その間あっちもこっちもって手つけることもないです。ということは日本の家族制度っていうか、そう家族になるみたいなそういう感覚ではなく、全くないですね。共にそういうなんか使命じゃないけどプロジェクトを成し遂げてっていうようなパートナーシップのあり方っていうことなんですね。目的がね何かすごくある感じがします。ここでこれをするための、もうねなくてはならない、もう本当に奇跡的に全部が合致していくような、何かパートナーみたいな感じですよね。性愛みたいなそういうものではないってことですよね。そうなんですよ。だからセックスはないわけではないです。ただしないわけではないですよ。決してないわけではないけれども、ただ人間の、性愛というか、セックスというのは動物的ですよね。だって子供を産むため、要するにブリーディングだよねって。子孫子孫でもない労働、だって地球人はもともとね、霊属種ですから、と労働力が減らないようにある程度労働力をキープするためにセックス依存症になるようなデザインになってるわけです。そうなんですね。そうなんですね。だからある程度お年を召してくると、もう繁殖能力がなくなってくると、性欲ってだんだんなくなっていくじゃないですか。だからもうそれはあくまでももう本当ブリーディングっていうか、そうもう数維持するためなんですよね。でも宇宙の場合にはそうではなくて、純粋にもっと地球で言ったらタントラ的って言ったらいいんですかね。本当に純粋にこの愛のエネルギーを爆発的に交流させて新たな可能性を生み出すみたいな作業です、セックスというのは。だから誰とでもすることはないんです。それが起きる相手としかしないんですよ。相手は厳選されるんですね。だから恋心が募ってみたいなことではないんです、セックスというのも。それも含めて本当にバチッと合う相手と全ては共にするみたいな感じになるんですね。だからフラフラと浮気することもないですし、なんていうか、本当にこの人でいいのかしらみたいなね、皆さん悩むじゃないですか。それもないんですよね。だってここデータでもうバチバチバチってもう符合するの分かってるし、で合わないところはわざと合わないデザインにしておいて、で合わせるっていうゲームをしていくわけですよね。でここがあった時にもう宇宙の中で全く新しい可能性が2人で作れるっていうのが分かってるから、そこに果敢にチャレンジしていくわけですよね。じゃあ人間のような、駆け引きとかも全くないそんな面倒くさいことはしない。ちょっと返事を遅らせとこうとかじらそうとかないですね。だってもう全部そういう部分は見えてますよね。意味がないですよね。それをやっても全て、そうですよね。エネルギーの無駄になるっていうことですね。そうですよね。そういう相手って本当にマインドがリンクしていくんですよ。なので同じこと同時に考えたりするんです。で技術的にマインドリンクさせるっていう方法もあるんですけれど、昔はそれが流行ってた時もあるんです。リンクさせて同じだからプロジェクトに参加している人たちが何を考えているかっていうことを地球だったらなんか LINE でやり取りするとかなんかじゃないですか。そうじゃなくて同時に考えられるみたいな、マインドリンクしてしまえば今考えていることをみんなが共有できるみたいなことが早いので、それが流行った時期もあるんですけど、今はねそういうマインドリンクはあんまり使わないですね。地球では地球での表現の仕方の中でツインソウルとかっていうね表現の仕方がありますけど、そういうイメージなんですか？だからツインソウルの意味が私にはわからないので魂が一つで、その魂一つのところから二つに分かれて生まれたとかって言われてるんですけど、ツインソウルって同じことを割と考えたりとかで、でも学びが結構きつかったりっていう話は聞きますけど、もともとマスターソウルからは
たくさんのソウルが出ていってるので、一つのソウルから二つしか分かれないなんていう非合理的なことは宇宙では絶対に起きないっていうのがまずある。ただし、この一つのマスターソウルから A さんという人生をやって帰ってきた人のその A さんのデータをいくつかの魂が共有し合うということはあるので、それがたった2つしか共有してないっていうことはちょっと考えがたいけれども、そういう、原理から言ったらそういうことって思う。ただツインっていう感じじゃない。例えばそういうね A さんのコピー持ってきたいってなった時に、まずこの大元であるマスターソウルとは共有し合ってるわけですよね。でその上でそのコピー持っていこうっていうことは何か特徴的ですごくインパクトのあるものでしょ、これ持ってった方がいいよねっていうことって。でそういうものってより多くの人が分けたりするんですよ。だからたった2つの魂だけが A をやるっていうことって実はあんまり考えられないんだよね。なんかその言葉が割とツインソウルとかツインレイとか、なんかそのイメージが走っちゃってるような気はしますけど、なんかやっぱり地球人は、私が思う印象はですね、地球人ってものすごく豊かな感情とかを持ってらっしゃるじゃないですか。でこの感情をよりドラマティックに経験するために、そういうロマンティックなアイディアっていうのを皆さんね作り出すのが上手なんだと思うの。それが別に悪いことだとは思ってないんだけれども、まことしやかにそれが事実であるようになんていうかアカデミックな世界で通用するかって言ったらそれは無理だよねっていうだけで、でもいいんじゃないって、ロマンチックで素敵っていうのはね、なんかもうだって人魚姫の話だってあるしね、いろんな話があって、それちょっと素敵じゃないっていうね、かぼちゃが馬車になってね、シンデレラとか全部素敵じゃない別にって。だからそれをそんなのあるわけないだろうって目くじら立てる必要もないんじゃないってそれで自分の人生のゲームが豊かになって楽しかったらそれでいいじゃないって思うんです。ゲームですから、ここは何をイメージしていただいたっていいと思うんですよ。でも私の仕事の現場ではそれが許されないので